もう剥がれてる。全然ダメだな。おはようございます。アストロ大河改装機の細です。キャンピーカーレンタル福山で貸し出しているキャンピーカーのマッシュですが、以前の動画に上げたように頑張って取り付けたエアコンですが、室外機用に穴を開けていないので、使用するときには後ろの扉を開ける必要があります。ですが、雨の日には扉を開けれないのでエアコンを使用することができません。今回は雨でもエアコンが使えるように改良したいと思います。これからもキャンピーカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。それではどうぞご覧ください。はい。マッシュに取り付けたエアコンですが、こちらの扉、まずは少し開けた状態で室外機が冷えてくれるかどうか、外部収納の温度を測ってみたいと思います。まずは三脚を利用して扉を固定したいと思います。温度計の1番を外部収納に置きます。こちらの温度が上がらなければ問題ありません。ただいまの外気温が 37.9 度、外部収納の温度が 32.2 度です。エアコンをつけてきます。エアコンを起動して10分経過しました。外気温の方は40度まで上がりましたが、外部収納の方は 35.6 度です。この角度なら問題なさそうなので、もう少し扉を閉めてみたいと思います。扉を少し閉めてみました。先ほどと同じように10分経過して温度の経過を見てみたいと思います。ただいまの外気温の温度が 40.5 度、外部収納の温度は36度です。はい、10分経過しました。少し扉を狭めてみましたが、外気温が43度まで上がったのに、外部収納は 38.9 度。温度は上がってるんですが、外気温も上がってるので問題ないと思います。もしかしたらさらに狭めても問題ないかもわかりません。これから10分経過してもう一度確認したいと思います。現在の外気温の温度は43度、外部収納の温度は 39.2 度です。10分経過しました。現在の外気温が43度、外部収納の温度が 41.6 度。もともと4度差があったのですが、だいぶ温度差が少なくなってきました。少し狭すぎるかもわからないです。今端で10センチほど開けてますが、もう少し開けた方がいいかもしれません。少し開けて15センチぐらいにしてみました。もう一度10分後を見てみたいと思います。ただいまの外気温が 43.9 度、外部収納の温度が 42.4 度です。10分経過しました。ただいまの外気温 45.2 度、外部収納の温度が 43.4 度です。温度差は縮まってないようです。扉の下で10センチほどの狭さだと外部収納の温度がどんどん上がっていきましたが、15センチほど開けておけば大丈夫のようです。なるほどね。ここに取り付けてたワイヤーネットは取り外しました。こちらのオーディオ金具を取り付けたいと思います。こちらの金具、カチッて音が聞こえましたでしょうか。こちらでロックされます。なので開けた状態で保持することができます。こういった形で取り付けることになりますが、
こちら何もなくて取り付けできませんので、こちらに板か何かを取り付けたいと思います。エアコン取り付けで使った木材の余りを使用します。ベルトグラインダーで面取りしておきます。エアコン取り付けの時に内装の仕上げで出た端材です。金具を取り付けるためにこちらに板を取り付けたいと思います。で、どうやって取り付けるかですけど、こちらのパッケージドアの枠にこことここにネジがあります。このネジを利用して、これはダイソーで購入した金具ですが、こんな感じで金具を取り付けてから板を取り付けできないかと思っています。ネジが外れました。金具を取り付けます。こちらのネジも金具を取り付けます。これを留めるのは内側から留めないと難しいですね。これは結構厳しいな。L 字金具に板を取り付けようと思ったのですが、ネジ止めが難しいです。ちょっと取り付け難しいので一回ここ外します。先に板の方に L 字金具を取り付けてからパッケージドアに取り付けます。内側からでも狭くて難しかったのですが、なんとか取り付けました。あ、このぐらいか。今雨降ってきちゃってちょっと濡れちゃいました。やっぱ急に雨降ってくるんで雨対策は必要ですね。はい、下が15センチ開いた状態で止めれるようになりました。これで扉を全開に開けなくてもエアコンを使用することができます。こちらの扉、全開に開くことがなくなりましたので、こちらの扉を止めておく金具必要なくなりました。こちら取り外します。ネジ2本で留めてありますので、ネジを外していきます。コーキング剤が残っているのできれいに掃除します。マスキングテープを貼ってネジの穴から水が入らないようにコーキング剤で埋めておきます。指でコーキング剤を押し込んでます。台所用洗剤を塗ると表面がツルツルになります。はい、こちらの後ろの扉ですが、今は鍵で開けないといけません。ですが外部収納としてはもう出し入れできなくしましたので、こちら鍵である必要はありません。なので鍵なしのタイプのロックに交換したいと思います。出てこない。動かないよ。なんかコーキングで止まってるかな。外れないな。なんで？反対側を外してみます。スクレーパーを隙間に差し込んで剥がしていきます。剥がれた。やったね。よし。コーキング剤だな。
コーキング剤がべっとり。取れたので、こちらの鍵なしのタイプに交換します。長さがだいぶ違います。これは難しいな。ついていた鍵付きロックと同じくらいの鍵なしロックに交換します。作業しにくいのでオーディオ金具を一旦外します。はい、ホームセンターでコーキング剤を買ってきました。取り付けていきます。コーキング剤を塗る前にマスキングしておきます。隙間から雨が染み込まないように間にコーキング剤を塗っておきます。このプレートはついてたものを流用します。ナットを取り付けます。こちらの金具は再度使用します。硬いな。金具を曲げて調整します。オーディオ金具を元に戻します。はい、家庭用エアコンを取り付けましたが、後ろのドアを開けて使用しないといけないので、少し開けて使用できるようにしました。そして鍵で開けるのが面倒なので、鍵付きのロックから鍵なしのタイプにワッシャーを取り外して長さを調整し取り付けました。こちらの鍵なしのロックは NG 福山 .com で販売しておりますが、長いタイプと短いタイプがありますので、こちらの扉については長い方を購入お願いします。はい。エアコンを使用するときに、こちらのパッケージドアを開ける必要がありますが、雨の時にここの隙間から雨が入らないように、ホームセンターでゴムロールを買ってきました。こちらに貼って、隙間から雨が入らないようにしたいと思います。こちらの長さ95センチ必要です。購入したゴムロールは1メートルありますので、5センチほどカットしたいと思います。今回はこちらの両面テープで貼っていきたいと思います。縦方向も貼っておきます。それでは車体の方に貼っていきたいと思います。ちょっとこの金具の部分が膨らんでしまいますね。まっすぐ貼れるようにマスキングテープで印をつけます。
もう剥がれてる。ダメだ。接着力全然ダメだな。こちらの両面テープ、特にゴム類に適しているというので使っていましたが、すぐに剥がれてしまいましたので、いつも使っているこちらの車両用の両面テープを使っていきたいと思います。ゴムロールの方に両面テープを貼り直してきました。貼っていきます。ここが少し膨らんでしまってみっともないですが、一応貼り終えました。あとはここの端にコーキング剤を塗って雨が染み込まないようにしておきたいと思います。コーキング剤を塗っていきます。ヘラではなくて指で鳴らしてます。マスキングを剥がします。キッチンペーパーでくるんで、さらに手袋を裏返して包むとコーキングで汚れにくいです。はい、今回は雨でもエアコンが使えるようにパッケージドアの改良をいたしました。次回の動画では雨でも外部収納に雨が入ってこないかどうか確認したいと思います。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますのでチャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は4月29日ゴールデンウィーク初日です。皆さんはゴールデンウィークどちらにお出かけだったでしょうか。よかったらコメントにて教えてください。